もホンダウィング高橋チャンネルご視聴ありがとうございます。代表の高橋です。今回皆さんにご紹介する内容は、じゃ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 んとやってまいりました。この一見するとレベル250に見えないようなカスタムのモデル、レベル250。こちらのカスタムモデルの所有のオーナーの方から、じゃん、ロープ製エレクトリカルサイドナンバープレートキット。こちらの取り付けお読みいただきましたので、皆さんにご紹介します。では、行ってみましょう。はい。カスタムの進んだこちらのレベル250に今回取り付ける商品の中身はこのようになっています。フレーム、テールユニット、ナンバーとナンバーステー、そしてステーとデイトナ製ナンバーホルダー。中身は至ってシンプルですが、リア側をすべて取り外す大規模な作業が待っています。まずシートとバッグですね。こちら取り外ししていきます。シートを取り外ししていきます。今回取り付けるこちらのキットですが、LED ウインカーの小型がついています。純正のウインカーリレーだとどうしてもハイフラになってしまうので、防止するために必要になるのがこちらのデイトナ製 LED 対応ウインカーリレー。これを取り付ける必要があるとのことです。タンクの下側にありますので、タンクを取り外す必要があります。タンクカバーもついているものなので、傷がつかないように少し養生していきます。これ前側の方に爪があるんですよね、金属の。これ危ないですね。タンク外す前にまた養生していきます。養生テープの糊がつくのが嫌なので、一度バリアスコートなどのコーティング剤で皮膜を作って糊がつきにくくしてからの方が養生テープの糊が残らなくてスムーズな作業ができますので、車体もきれいになって一石二鳥。レベルはタンクがかなり競っているので難易度が高いですね。タンク両サイドの養生テープが貼り終わりましたら、これでやっとタンクの取り外しができます。各部連結が外れたらタンクを取り外します。これがウィンカーリレーですね。ゴムラバーで止まっているので引き上げてカプラーを外す。これが純正で、こちらが大容量ウィンカーリレー。大きさは変わらないです。で、後ろ側のところに同梱のこちらのゴムマウントを取り付けして、で、純正が刺さっていたカプラーにでまた元に戻していくと、爪にしっかりと入りました。タンクを元に戻していきます。リアフェンダーを取り外ししていきます。で、その前に外さなきゃいけないのが、ここのフレームとこの中のカバーですね。次にこのクリップを3つ外して、はい、ここの爪を外しながら、これで取り外せます。これね、なかなか取り外すの大変なんですよね。なぜかというとダストが溜まるから。一応拭いておきます。テールユニットとリアフェンダーですね、を取り外ししていきます。こちらのボルトを外し、ナンバーホルダーの内側のここですね、このボルトと上側のところに2つ止まっているこの3つのボルトを取り外します。よいしょ。はい。まずボルト1本目。工具が一応入るは入るんですよね、ここに。これはメンテナンスよく考えてあるのかなと思います。まず1個目のナット。で、これがロックナットになっているので、かなり緩めないと
手で回らない仕様になってます。一つのナットも、よいしょ。これで取れました。この3つのボルトとナットが外れると、このようにテールを取り外すことができます。あとはこのフェンダー内にカバーの中に配線が通っているので、それを取り外す必要があります。そのためにこのリアフェンダーを外すということですね。ではこちらのボルトを外してリアフェンダーを外します。本来だとここはタンデムシートがついているところですね。こちらのボルトを取り外します。ここにもちょっと一応養生をして、ゆっくりとフェンダーを引き抜いていきます。このぐらいまで浮かせておきます。リアフェンダーから伸びているテール、ライト、ウィンカー、ナンバー当線ですね。はここにまとまっているので、このちょっとカラフルに見える透明なカプラー類を引き抜いていきます。大きい3本線ですね。これがテールのユニットから来ている配線、水色とオレンジで、左右のウィンカーでナンバー灯という構成です。で、このカプラー外すには、マスキングテープをこういった、精密ドライバーでもいいですが、こういったドライバーのマイナスに巻いて、カバーを外したところにあるこの爪ですね。これを上へ軽く持ち上げます。すると、はい、簡単に取り外しができます。これで4つのカプラーが取れました。ケーブルを抜いて、まず完全にこのリアフェンダーを抜いてしまいましょう。ここまで開いてあげると出てくるのが、このフックになっている部分ですね。で、ここはこういうふうに開くことができるので、すべて開いちゃいましょう。で、配線を外に引き出しながら抜いていくと。これでリアフェンダー、そしてテールユニットが取り外してきました。ここも次の作業があるんですが、少しきれいにしておきます。こんなしっかりしたフレームが入ってるんですよね、レベルは。注意喚起の耳を込めて、これ。よくここにサイドバックサポートを取り付けてらっしゃる方多いと思うんですけども、この画面中央の穴が、ボルトが通ってくる穴なんですね。で、レベル250はこのように貫通になっているので、CC バーをつけて、サイドバックサポートをつけて、結構ロングのボルトを入れましたっていうお話聞くことがあるんですが、これ伸ばしすぎてしまうとどういうことになるかというと、結構ね、タイヤとのクリアランスがないんですよね。で、以前実際にあったんですが、ここから伸びたボルトがタイヤにヒットして、バーストまではいかなかったんですが、タイヤが非常に激しい損傷を受けたという事例がありますので、カスタムが好きな皆さん、そこをお気をつけいただければと思います。実際にボルトを入れてみると、このように内側に入っていくんですね。こう見えているこれがボルトの頭です。タイヤとのクリアランスを気をつけた方がいい場所です。リアフェンダー、テール周り、取り外しができました。フェンダーのここに入っているこの配線ですね。これをすべて抜き出します。あとはこのナンバーで、そしてテールユニット、ウィンカー。ね、こちらの部品は今回はこのまま使用しません。リアフェンダーをつけていくんですが、位置決めとして左右4本のこちらのボルトですね、を取り付けてからリアフェンダーを組んでいきます。そうしないと左右でちょっとズレができてしまうので、上から見た時にネジ山がしっかり合うようにセットします。上のこのボルトですね、また戻していきます。ここはまだ仮止めにしておきます。ちょっとね、まだ隙間が空くようになってますね。このバッグとこちらのフレームですね、の取り付けができます。
仮組みしてあるこのボルトを外し、このボルトも実は少し加工してあります。長さは28ミリのボルトにここカットしてあります。バックサポートのこの鋼板の厚みが約4ミリ。で、そこのボルトの位置につけるこのステーの厚みが同じく4ミリほどなので、合わせて8ミリの油をつけて、ボルトをつけることができるということですね。取り付け方としては、このようになります。サイドバックサポートをベースに、同じボルトでこのステーですね、をつけていくと。少し養生をした状態で、これは締めて、これ、これで、ボルトがつきました。隙間なくつけることができましたね。ナンバーの、ステですね。は、ここにこう来るような感じですね。後ろから見ると、このような位置に来ます。で、バックのサポートと合わせるときは28ミリほどのボルトが必要になりますね。で、ここのボルトであれば、裏側から手を入れても出っ張ってはいません。テールユニットを取り付けしていきます。仮組みなのでちょっと隙間を開けておいて、この中に差し込んでいく。ネジ山の位置を確認して、位置を調整し、こんな形に、まず仮組みをしておきます。ここの後ろ側には、両面テープがありますので、まだここは固定をしないでおきます。こちらの取り付けは、同梱であります、このボルトとワッシャーナット。ナットはこのようにロックナットになっていますね。ボルトとワッシャーを残して差し込んで裏側からナットで留めるという指示となっています。ボルトとナットでつけていきます。ネジロックをつけて位置を確認しながらナットで留めていくんですが、後ろ側にもワッシャーをかませた方が安心感は高いですね。これをもう一つもつきましたので、一応固定をしておきます。伸びているこのケーブル類ですね、を車体に出ていきます。これ、ウィンカー線ですね。これが取り外したテールのユニット。ここまでをまとめていきます。こちらの2ピンの線ですね。これはナンバー灯の方に行きますね。で、これはもう配線がそのままくっついてるだけっていうような形なので、決線が必要になります。ウィンカーの左右とテールユニット、ナンバー灯、これを車体に合わせていきます。ちょっとね、配線色が見えちゃってるんですよね。ここはね、なんとか消したいところですね。内側に引っ込んでしまえば確かにこう見えなくなるのですが、どうしてもやっぱりこう配線がたわんでくると見えてしまうところなので、テーピングの必要はあるかと思います。やはりここにですね、配線が少しむき出しになってしまっているところがありますね。で、ここは使用している間に破損してしまうことも考えられるので、少し養生してあげた方が良いかと個人的に思います。一部分テーピングを巻きました。で、そこにコルゲートチューブですね。コルゲートチューブを巻いていきます。今回使用するコルゲートチューブは内径が7だったかなのものなんですけど、こちらのキットについているコルゲートチューブより一回り大きいものになります。で、このように、コルゲートチューブでここの部分ですね、ちょっとむき出しになっていた配線を守ってあげると、見た目もですが実際に強度も上げることができるカスタムとなります。いいですね。これだと外からも見えない。外れないように結束バンドで2箇所を留めてあげると安心だと思います。こう一工夫加えてあげるだけで使用する時の安心感が違いますね。こういった形でコルゲートチューブを巻いたので見た目も悪くないですね。外にこう出てきたとしても引っ張ってきたとしても見た目が悪くならないカスタムの生き例です。このナンバーのベース
プレートにナンバー灯とナンバーホルダー取り付けしていきます。ナンバーホルダーですね。同梱のこちら、ナンバーのビビりを抑えるパッドなんですけども、それをつけれるように、この四隅ですね、脱脂をしておきます。で、ナンバーが当たる位置に貼っていきます。こんなとこかな。ナンバーホルダーをナンバーにお願い合わせていきます。左右が均等になるように置いて、ベースプレート、ナンバーと当店ではワッシャーとナットをつけていきます。左右の遊びが均等になるように少し調整をして、仮組み程度で、実際に本組みをするのはくっつけてからですね。裏側から見るとこんな感じですね。先ほど取り付けたこのステイに、この後ろ側で取り付けをし、同梱のこのナットですね。で留めていきます。で、ここでも当店ではワッシャーを使います。取り付けができました。で、あとはさっき仮組みだったナンバーのホルダー側のボルトをしっかりと締めて、しっかりとつきますね。こんな見た目となります。こちらのナンバー灯の赤と黒の線と配線、相手側は緑と、これはピンクなんですけども、これがプラスでこれがマイナスになります。ワイヤーストリッパー組んで導線を出し、くるくると巻いてあげます。こっちは本当にちっちゃいので、線を少し伸ばしてあげました。なんとか被膜だけが取れました。ここまで加工ができたら、相手側のこの配線とつなげていくんですが、耐熱チューブを差し込んでおきます。なんとか溶着ができました。このようにハンダ付けができました。こちらの伸縮チューブですね。で、ヒートガンで温めていきます。で、根元までやることによって、細い線の強度を上げることもできます。いい塩梅になりました。伸縮チューブをつけたところをテーピングして少し補強していきます。コルゲートチューブ内に引き込んで、このフレームに沿わせてつけていきます。配線が少しだけね、まだ見えてるので、パイ系の小さい4ミリの内径のコルゲートチューブを少し長めにカットして、こんな感じで配線がきれいに取れました。結束バンドで留めてあげれば、すべてのケーブルが黒一色になります。あとはこのまとまったチューブをフレームに沿わせながら中に引き込んでいきます。なるべく目立たないように心がけながら結束バンドでケーブルを留めていきます。ここの隙間からケーブルを切り抜いていくと、このフレームに沿わせた目立たない取り付けができますね。で、ここから今度はこの中にこのように引き込んでいきます。各部を結束バンドでまた留めていきます。で、ここが、出てしまうと何かの拍子に切れてしまったり引っかかってしまったりする場合があると思うので、このフレームの部分に結束バンドでこのように固定してあげると出っ張りが少なく見た目も綺麗に取り付けができますね。綺麗にまとまりました。はい、あとはこの辺りで留めると比較的綺麗に取り付けができますね。ここにコルゲートチューブ入ってない線もあったりするので、2本を1本にまとめてこの太い
チューブをもう1枚巻いちゃいます。巻くことによっての強度を上げることもできますし、こう見た目の迫力を上げる部分でも、この細いコルゲートチューブと太いコルゲートチューブをこう入れることで、少しこうハードな見た目にすることもできちゃいます。はい、要所要所結束バンドで、2つを固定して同じような曲線にこうなるようにつけていただくとカスタム感も増しますね。じゃあ一度外したこちらの蓋をつけておいちゃいます。通常配線がこう出ているこのスリットから逃がすことができますので、こちらに入れておきます。あとはクリップで押して、これであとは配線をつないでいく作業だけとなります。配線を下からこのように入れて、ナンバーとテールユニット、ウインカーの左と右、カペラの配線ができました。動作チェックしていきます。キーオン。明るいですね。で、ここ赤に今なってますが、ブレーキをかけると、ブレーキランプ、ウインカーをつけると、ウインカー、ハザード。これは、木島製ウインカーランプナノコンビ LED。型式が 219-5180 という商品になっています。車検が対応できる E マーク取得の商品となっているので、めちゃめちゃ視認性がいいウインカーになっています。このセンターにある LED のテールは微灯のようなものですね。実際にブレーキングするとこちらの方が光りますので、ブレーキランプの視認性も非常に良い。配線を傷めないように差し込み、ケース内に配線を収めていきます。はい。箇所結束バンドで留めておけば、ずれることはないでしょう。これで配線のまとめが終わりました。あとは取り外したものを戻していくだけです。トープ製のタンクカバーを取り付けしていきます。内側にしっかりとウレタンが貼り込まれていて、タンクに傷がつかないようになっているのはポイント高いですね。ただここに金属のフックがあるんですが、これをタンクにこう引っ掛けるような構造になっているんですが、ここは傷がつきやすいので、そういった場合はこういったマジックテープなどの切れ端を少し貼っておくと良いかと思います。こうしてあげるとタンクに傷をつけないで取り付けることができますね。これが外れないように結束バンドで一度留めておくと良いかと思います。こちらのカバーを取り付けていきます。ここのフック気をつけて綺麗につきますね。このボルトとワッシャーで適度にしっかりとした固定ができました。シートを取り付けて完成です。ちょっとケーブルがあるのでそこを意識しながらここも最後にしっかり締めていきます。これも締めて全部組み付けができてからここの増し締めもしておきます。で最後にここの左右の両面テープですねを貼っていきます。出しをしっかりとしてこのままラインに沿って貼り付けます。この時に横から見た時にこの貼り出しですね、こことここを
合わせるように取り付けしました。左側も脱脂をしっかりとして、テーピングを外して、ラインを取りながら貼り付けてきます。タイヤまたないかな。完成したドープ製サイドナンバーホルダーキット。取り付けができましたので、動作チェックしていきます。キーオン。お、もうハザードがついてました。ハザード消します。そうすると、テールになりますね。で、ここの中のライトは、このまま微灯として使う形です。ブレーキをかけると、かなり明るく光りますね。そしてウインカー、左側、右側、そしてハザード。で、ハザードの状態でテールをつけると、はい、ちゃんとテールもつくという構造になっています。これすごいですね。ナンバー灯ですね。も LED になりますので、ここに白く光っています。新鮮もバッチリ。ホンダレベル252ドープ製サイドナンバーステーとテールユニットのセットの商品取り付けご紹介させていただきました。当店独自の施工事例も合わせてご紹介させていただきました。お問い合わせお待ちしております。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。